今回は3ミリの長距離旅での使い勝手を検証していきます。先に3を軽く紹介しておくと、牽引免許不要、軽でも運転できて、冷暖房からシャワーまで生活に必要な装備が全部詰め込まれた夢のようなトレーラーです。ただ、スペック上ではわからない不便さもあると思うので、物は試しで、まずは1500キロぐらいの旅プランを考えました。私自身、せっかくの旅を楽しみたいので、いつもの風チャンネルらしい過酷でディープなスポットを回りつつ、トレーラーハウスの現実を徹底検証しますね。行ってきます。ということで、今回の目的地は紀伊半島のさらに奥深く、誰も立ち入らないような長い山道の先にある秘境、東の川集落と奈良県十津川村にある天空の里と言われる果てなし集落。今回はこの2カ所を目的地として、総移動距離は1500キロを超える長旅になります。紀伊半島の山奥に3を連れて行くのは構造上不可能なので、長距離移動は3で寝泊まりしながら、そして山のふもとで3を切り離して、ジムニー単体で林道を攻めるってプランで行きます。果たしてそんな都合よく旅ができるのでしょうか。少しでも不便と感じた部分については、その都度報告していきますね。それでは実験スタートです。現在地は神奈川県厚木市で、目的地の紀伊半島までは500キロぐらいなので、1日あればたどり着けるイージーな旅になりそうです。極楽湯で一っ風呂浴びてきたので、一休憩して出発しますね。深夜割フル活用するために、目的地の奈良県までは一度も高速を降りずに行きます。牽引の高速料金ですが、ワンランクアップするイメージです。軽自動車なら普通車に、普通車なら中型車の料金になります。私は今回軽ジムニーなので、普通車料金になりますね。とりあえず3があればどこでも寝れるので、ノルマは決めずにひたすら西に進みます。そして眠くなったらその辺のパーキングで泊まることにします。旅のスタートから1時間経たずに早速トラブル。突然のゲリラゴールです。慣れない牽引でさすがに不安なので、一旦パーキングによって雨が落ち着くまで休憩します。スリップでもしたら大変ですからね。ちょっと雨がやばすぎるので、少し休憩します。こんな時、家と同じ環境でゆっくりできるのが助かります。一つ思ったのは、雨が降る中、車とトレーラー間を移動しなければならないのはストレスですね。これはキャンピングカーにはないデメリットですね。雨は1時間で止みそうなので、それまで休憩です。その間に簡単な設備紹介をしておきますね。ガスコンロに水道、電子レンジ、冷蔵庫、クーラー、シャワーにトイレまで完備なので、最悪雨が止まないようなら今日はここで一晩過ごして明日出発することにします。雨もだいぶ落ち着いてきました。これなら安全に走れそうなので、糖分摂取してから出発しますね。結局この後2時間ぐらい走ったところで限界が来ました。無理は禁物なので、この辺で寝ることにします。刈谷パーキングってとこまで来ました。じゃあ寝ます。疲労のせいか、11時まで爆睡してしまいました。断熱が優秀なので、エアコンは27度設定で快適でしたよ。とりあえず朝ごはん調達してきますね。マックがあるパーキング、最高だ。腹ごしらえを済ませたら奈良県の方に向かいます。一つ目の目的地、東の川集落には今日の夕方にはたどり着けそうです。東の川集落につながる道はジムニーでしか行けないような未舗装路を通るので、山のふもとにある RV パークにトレーラーを置いていこうと思います。トレーラーを置く場所についてですが、基本的には有料の RV パークになります。道の駅やパーキングに問い合わせてみると、駐車場の端っこの方に置いておくなら問題ないとの回答が多かったです。ただ、個人的にはマナー違反になるので、今回の旅は RV パークをフル活用します。なんだかんだ牽引しながら500キロぐらい走ってきたので、ここまでで思ったことをお話ししますね。まず気になったのは、輪立ちでの横揺れです。トレーラーが輪立ちで左右に揺れると、少しですがジムニーのハンドルが取られるのが気になりました。輪立ちの多い道だと神経を使います。走行性能についてですが、東名高速のようなアップダウンの少ない道を80キロ巡航する分には、特にストレスなく快適に走れました。今のところ風に煽られるような感じもなく、デコボコした道と上り坂以外は快適に走れています。高速での平均燃費はリッター 10.2 キロでした。高速を降りたら絶景、目の前には太平洋が広がっていますよ。
海と青空に埋まる山、造船メーカーが手掛けているトレーラーなだけあって最高に似合いますね。今回の拠点、道の駅七里美浜に着きました。ここの RV パークで埋まる山を切り離してホテルのように使いながらジムニーで険しい山道を散策してきますね。今回 RV パークは初めて使いますが、電源が自由に使えて、相場は1泊2000円から3000円なんだそうですよ。丸2日エアコンを使って電気も減っていたので、電源使い放題なのは助かります。これは旅人にとって重要なインフラですね。この道の駅、シャワーにコインランドリーまであるそうなので、いい拠点になりそうだ。早速旅の準備をします。紀伊半島にはクマがたくさん生息しているそうなので、バッチリ対策していきます。クマスプレー、クマよけサイレン、昼よけや護身道具も持っていきます。いよいよ連結を切り離して出発します。連結の取り外しは超簡単で30秒あれば切り離せます。連結を外したところには鍵をかけられるのでトレーラーから離れても安心ですよ。心配な場合はタイヤにもロックしておくといいですね。馬るさん、集落行ってきます。ということでまずは奈良県上北山村の東の川集落に向かいます。集落は狭い山道を1時間以上進んだ先にあるので、ジムニーでしかたどり着けません。東の川集落はかつて林業の村として栄えていたそうですが、1961年、ダム建設によって村の大部分が水没、やがて衰退し、無人になってしまったそうです。今回は集落の壮絶な歴史を見ていきます。途中から車は通行止めになるので、ここからは歩いて向かいます。土手沿いの道を10分ほど歩くと集落に着きます。1961年、坂本ダムの建設によって東の川集落のほとんどが水没しました。この場所に立ち並ぶ家は、郷土愛が強い元住民の方たちが高台に家を建て直し、集落を再建しようとした場所です。しかし、隔絶された山奥での生活は厳しく、ダムの完成から8年後の1969年に完全に無人となりました。ここに来る途中、学校跡を見たのですが、この学校は再建されたこの集落のためにダム建設の水没保障の一環で建てられたそうです。しかし、衰退した村から通う生徒はほとんどおらず、ここで学んだ生徒はわずか5名。新築で建てられてわずか1年で廃校となりました。東の川集落には名物と言われる東の川簡易郵便局跡があります。この郵便局は集落が1969年に無人となってその後36年間局長一人だけで営業を続けていたそうです。元住民の方が定期的に山の管理やお墓参りで集落に戻るため通信・金融インフラとして営業が続けられていたそうです。無人になって60年経つとは思えないほど家はきれいに残されているので元住民の方が定期的に訪れて管理しているのかもしれませんね。東の川集落の景色しっかり目に焼き付けておきます。山を降りる頃には日が暮れていました。私の拠点馬る山に戻って明日の集落散策に備えますね。とりあえず今日も死ぬほど汗かいたのでまずは一っ風呂浴びてきます。ついでに洗濯も済ませます。歩き回ってお腹も空いたので晩ご飯作ります。今日の献立は超手抜き野菜炒めです。うまくて腹にたまれば何でもいいんです。明日の集落散策に備えてスタミナたっぷりつけておきます。よいしょ。家とやってること変わりません。これなら疲れもしっかり取れる。快適だ。ぐっすり寝て疲れも取れたので早速準備です。今日も猛暑の中、集落散策で結構歩く予定なので、朝ごはんしっかり食べてスタミナつけていきますね。
この旅の最終目的地、奈良県十津川村の果てなし集落に向かいます。昨日は雨が降ったので、いい感じに雲がかかっていて綺麗です。集落の撮影には最高の環境です。ということで、今回の旅も無事に終えて素晴らしい思い出になりました。あまりの絶景に、うまるさんの検証旅だということをすっかり忘れていましたが、ここからは実際に5日間で1500キロの旅をして分かったうまるさんの良し悪しを余すことなく紹介しますね。まず良かったところ1つ目、旅が本当に快適になります。当たり前ですが、ジムニーで車中泊するよりもよっぽど疲れが取れるので、仕事とお金が許す限りは永遠に旅ができます。それぐらい快適なので旅の幅も広がります。2つ目、いざという時の避難部屋になります。ゲリラ豪雨で危険を感じて休んだ時もそうですが、帰りに自己渋滞に巻き込まれた時も手前のパーキングで昼寝して渋滞が解消されるまで優雅に過ごしていました。もちろん災害時の避難部屋にもなると思いますし、家の庭に離れの趣味部屋として置いても楽しめると思います。3つ目、連結の取り外しが楽です。慣れれば30秒で取り外しできるので、今回のように旅の最中でも用途によって使い分けたり、普段は通勤用に使っている車を家族で出かけるとき連結するって使い方も気軽にできます。4つ目は価格と維持費の安さです。キャンピングカーとなると1000万を超える車両が多いですが、U3ミニなら300万円台から買えるので現実的な感じがします。それに消耗品が少なく維持費が安いのも助かりますね。保管場所の確保が最大の課題になりそうですね。ここからは悪い部分についてです。皆さんが特に知りたいのは悪い部分の方だと思うので、特に詳しくお話ししますね。まずは走行性能の違いです。上り坂がとにかくしんどいです。特に今回は軽自動車だったので、上り坂ではエンジンがうなっていました。エンジンへの負荷も気になるので、ミドルサイズの SUV ぐらいなら快適に引っ張れそうです。次は牽引特有の挙動です。ヘッド車の車重はある程度欲しいと思いました。U3ミニが約650キロ、軽ジムニーの車重が約1トンなんですけど、これだとU3ミニが輪立ちで揺れた時、ジムニーも少しハンドルを取られます。一般的にヘッド車の重量はトレーラー乗り場あると安定するそうなので、1300キロクラスの車なら安心ですね。次は駐車場問題です。都市部の狭い駐車場には構造上入れなかったりするので、入れるお店には多少の制限がかかってしまいます。地方のお店やパーキング、道の駅の駐車場なら止める場所に困ることはなかったので、地方を旅して回る分にはそこまで気になりませんでした。ということでまとめ、軽でも一応牽引できるが、ヘッド車はそれなりの重量とパワーがある車だと安心。ミドルサイズ SUV くらいからが安全で快適に牽引できるラインだと思いました。そして牽引特有の挙動には慣れが必要です。慣れれば気にならないのですが、不安な人は一度牽引免許を取ってみるのも選択肢だと思いますよ。以上、私が5日間U3ミニに乗って感じた実際に使う上でのメリット、デメリットを紹介しました。もちろん個人差があると思います。購入検討している方は、服部モータースさんで試乗もできるようなので、必ず試乗してくださいね。Uさんは今後お金に余裕ができたら本気で欲しいと思えるぐらい、私の旅のスタイルと合っていました。キャンピングカーよりも気軽に挑戦できるキャンピングトレーラー。皆さんにも興味を持ってもらえれば嬉しいです。よかったら次も見てくださいね。じゃあまたねー。